内藤歯科内藤です。今回は前歯の差し歯が取れてしまいました。この後どのような治療になるかという説明と、取れた後の歯根にひびが入っていた場合、抜歯になるのかならないのか、その判断基準について説明していきたいと思います。差し歯は実は二重構造しています。棒の部分を含んだ土台の部分と、上物のクラウン、かぶせ物の部分ですね。実はこの2つ全く違う偽構物です。ところが前歯からクラウンが外れてくる、こういうこともあるんですが、こちらよりも棒の部分、土台ごと抜けてくる、こちらの方が確率的に高いので、この2つ合わせて差し歯というふうに一般的に呼ばれています。次に取れてきた差し歯の注意事項について申し上げたいと思います。こちら模型になりますので、実際の差し歯に持ち替えてみます。歯根の状態によっては、こちらの差し歯、もう一度歯医者さんで接着剤を使って差し戻せる可能性ありますので、ぜひお持ちいただきたいのですが、ご覧の通り非常に小さなものですので、なくしやすいです。例えば洗面台で洗っていて、うっかりと滑って排水口の中に流してしまうことありますので、もうこちら取れたら汚れててもこのままお持ちいただいて結構です。このような透明なビニール袋やタッパーですね、こちらに入れていただいてお持ちいただくことをお勧めしております。アルミホイルとかティッシュ、こういったものにくるんで置いておくのはおやめになっていただいてもよろしいかと思います。このまま保管しておくと、お家の方ゴミと間違えて捨ててしまうことあります。抜けてきた差し歯をこのような瞬間接着剤で戻す方いらっしゃるのですが、何度かやりますとこのように歯根を割ってしまう可能性がありますので、おやめください。それでは取れてきた差し歯の治療法について説明していきたいと思います。この差し歯、歯茎に直接くっついているわけではないんですね。視点を少し変えてみます。そうしますと、こちら白いものが見えますね。これはですね、ご自身の歯の一部、歯根と言われるものになります。そして真ん中に穴が開いています。これは差し歯を差し入れるために歯医者さんの方で開けた穴になります。深さは7ミリから10ミリ程度になると思いますが、こちらにこの差し歯の棒を差し入れているわけですね。そのため抜けてきた差し歯の治療法は、この歯根の状態によって大きく違うということになります。大きく分けると3つの治療法になります。それでは1つ目、差し戻した時に適合がいい場合ですね。このような場合はもうこのまま接着剤で戻していきます。2つ目、差し戻せるのですが適合が悪い場合です。ちょっと回転するとかですね、適合がルーズな場合、多くは歯根の一部が欠けたり削れたりしている場合、もともとの差し歯との相性が悪くなりますから、このような場合にはせっかくお持ちいただいた差し歯なんですが、こちらは諦めていただいて、またこの歯根に対してもう一度歯医者さんの方で差し歯を立て直すということになります。これが2つ目になります。差し歯のやり直しが2つ目です。それから3つ目、歯根破切といいまして、この根っこが割れてそのひび割れが非常に深い場合、そのような場合は残念ながら抜歯ということになります。次に、実際に取れてくる差し歯をご覧いただこうと思います。こちら模型の差し歯なので
鳩の接着も非常に綺麗なんですね。実際こんなものっていうのはあまりなくてですね、実際はこんな感じで取れてきますね。接着剤と一緒に脂質の一部、歯根の一部が割れてついてきてしまうわけですね。ここからここですね。ですから割れてついてくる体積が大きければ大きいほど抜歯に近いということになってしまいますね。この例もそうですね。ここが脂質ですね。歯根の一部になります。これが接着剤ですね。こう取れてくると。はい、そうしましたら歯根破切と抜歯の渡し塗りの基準について、説明していきます。歯根破切というのはですね、このように歯根に対してひび割れが見られる症状ですね。で、この症状が見られてもすぐに抜歯というわけではないんですね。ちょっとこれ抜いてみます。前歯は前後にこう突き上げられますので、中でテコの原理が働くと、よくある破切線はこのように割れることはあるんですね。もちろん縦にこうやって割れる場合もあるんですけども、まあこういうひび割れが多いと。で、このように小さい場合には、この小さいパーツを取って、もう一回差し歯を差し直すことができます。ただしですね、場合によっては竹を2つに割ったようにですね、ここに深いひびが入ってしまうことがあります。このような場合には残念ながら抜歯になります。じゃあこれが助けられるけどもこれが助かんない。じゃあどこまでいったら助けられるのということなんですが、まあ私の基準で言うとですね、この歯根の長さの4分の1か3分の1ぐらいまでですね、まあ、線を描きますとこのぐらいまでが助かる助からないの線引きかなというふうに思います。半分いったらもうダメですね。その後入れても腫れてきちゃうことが多いですね。ですからまあこの歯根破切のこのラインなんですけども、歯の長さの4分の1、まあ、3分の1がギリギリかなというところですね。そうしましたらここからはですね、実際にギリギリに残せる方の治療例ご覧いただこうと思います。歯根が短くなりますと歯茎が中に入ってきてしまいますので、麻酔をした後、歯茎を電気メスによって切除していきます。ちょっと電気メスって聞くと痛そうなんですが、麻酔をしっかりとかけてますので痛いようなことはありません。電気メスを使うメリットとしては、カットした後、歯茎からほとんど血が出ないんですね。そうすると、この後の治療がやりやすいということになります。そして、きちんと歯根をですね、しっかりと出しましたら、この後、歯根の削りに入ります。差し歯の棒を差し込むための穴を掘っていきます。だいたい深さが、まあ、1センチぐらいだろうと思うんですけどもね。穴が開け終わりましたら、ポストを立てていきます。中の土台を作るわけですね。まず刃の中に柔らかいレジンを入れて、さらにこちら、補強のためにファイバーポストというものを入れていきます。ファイバーポストは金属の棒に比べると多少柔軟性、しなやかさがありますから、中の歯根を割りにくいというふうに言われております。はい、そして光で固めていきます。歯の中は、レジンで満たされていまして、それをファイバーポストが補強しているという構造です。終わりましたら、クランを入れる形に削っていきます。削り終わりましたら、
型取りになります。今回の型取りはデジタルスキャナーで行うことにしました。治療が終わりましたら患者さんに説明をします。来週、ここにクラウンが入ります。はい、それでは最後にまとめていきます。差し歯が取れてしまい、再び同じ場所に差し歯が刺せるかどうか。それは歯根破切の深さによって決まってしまいます。そして、抜くのか抜かないのか、ギリギリなラインの破切線の場合、患者さんによく状況を説明いたしますので、一緒に納得いく答えを探していきましょう。歯を抜くか抜かないか、悩まれましたら、当院の方にご相談ください。